はい。全日本のブースがいっぱいあるんで、ちょっと回ってて、最近ドリフトでも結構使ってる人が多いアクソンさんなんですね。はじめまして。ちょっと来てどうも、はじめまして。アクソン粘土と申します。どうも、はじめまして。どうも、はじめまして。いつも YouTube 拝見させてもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。遠藤さんは元ドライバー？そうですね、大昔にやっておりました。全日本？はい。チャンピオン？いいえ、チャンピオンに一度もなれず、はい。一回も咲くことなく、はい。そーっとフェードアウトしました。この辺カットしておきましょうか。大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。全然大丈夫です。中学校の時からやってます。はい。結構古いです。はい。で、アクションさんいろんな商品があるということですけれども、最近僕ね結構お客さん見るのはアクションさんのオイルを使ってる人が結構いるので、はい、ショックオイルですね。はい、ちょっとね今日並べさせてもらってるのは、今回の会場に合う番手なんですけれども、オフロードからも例えばあるし、ドリフト、あとこの下の5番とか10番、15番、20番っていうのが、ドリフトのお客さんで使ってくれてる方が多いですかね。これで鉱物？違います。これはシリコンです。あ、シリコンですか。はい。5番とかっていうと普通で言うと何番ぐらいなんですかね。うちのはこの WT のウェット表記なんですけれども、CST で言うと多分ヨコモさんとかの100番以下相当のかなり柔らかいシャバシャバなタイプになってますね。あとドリフトの方だとヨコモさんの YD2 のキットに48ピッチのスパーギアが標準装備されてるんですね。あ、そうなんだ。あ、どっかで見たことある形だな。このアクションさんのがついてる形ですね。はい。一番特徴ある形なんですけれども、この形のうちのスパーギアをヨコモさんの YD2 に標準する。はい。でツーリングカーの BD9 ですね、そちらのキットにも採用していただいているスパーギアになってます。まあスパーも各サイズ出てるっていう形になってるんですよね。小さいところから大きいところまでやってます。あとね、ベアリングとかも結構使ってる人見るんですよ。そうですね。ドリフトだとフロントの肉の1050、この X10 のタイプなんですけれども、このゴールドのタイプはうちの方でオリジナルで作っているタイプのスペシャルタイプのベアリングなんですけれども、例えばこの BD9 のセットみたいな形で今回も会場で使ってる方いらっしゃるんですけど、これも純国産のタイプでオリジナルのコーティングを施したタイプになります。ドリフトだとね、大体よく見るのが、そういうベアリングをつけて、こうやってシャーって回して、ずっと回してるのを楽しんでる人が多いですね。そうですよね。うちのはどちらかというと純正の X10 のままだと、ベーリングオイルが少し重いタイプをあえて入れてるんですけれども、多分ドリフトの方はこれを皆さん多分脱脂されてますね。ドライの状態でやられてると思うんですけど、ドライで使っていただいても、かなりシャーっと回りますし、あとガタをすごい詰めているタイプなので、ドリフトの方も最近そういうキャンバー方向のガタとか気にされるじゃないですか。それがすごい軽減されているタイプのベアリングになってます。みんな脱脂をして、こういうベアリングオイルをさしてますよね。2タイプあるんですね。2タイプありますね。こちらがサラサラのタイプと重いタイプ。こっちのドリフトの人は多分こっちのサラサラですね。そうですね。はい、サラサラがいいと思います。みんなね、すごい脱脂してるんですよ。すごいですよね。毎回脱脂して刺してって。そうですよね。はい。いやもう僕も例えば12分の1とかは昔はやっぱりフロントのベアリングをすごいシャーッと回したかったので、いろいろジップオイルでやってみたりとか、いろいろやったことがあります。そうですよね。あとこちらの方は何ですか？これですか？これデフオイルです。はい。まあドリフトだとあんまりデフオイルはどうかな。もうこの辺はもう好み、ボールデフが多いですよね。いや、ギアデフが多い。ギアデフが多いですか？ヨコモさんの YD2 はそうですね。ギアデフですよね。あれでオイルの番手だとかいろいろいじってるし、ボールはね、昔はボールばっかだったようなイメージだったけど、今はギアデフも結構使ってるのかなって気がしますね。ドリフトだと柔らかめのオイルを使うと思うんですけれども、多分1000番ぐらいなのかな。これね、人それぞれによってこだわりがあるんで、重いのがいいっていう人と、サラサラなのがいいっていう人とっていう風で、多分路面とかにもよって多分使い分けてる人も多いんじゃないかな。細かくねセットアップできる。まあそのためうちも細かい番手に対応するように下は1000番から上は3万番まで、今日一部しか出してないんですけれども、出してますんで。これどういう時にサラサラのデフオイルを使うんですか？こっちのグリップの方だと、やっぱりもちろん同じでグリップレベルですとか、車を前に出す力の時に、デフを硬くした方がやっぱり前にも出ますし、逆に今度デフが硬くなっちゃうと少しやっぱり運転がしづらくなるので少し柔らかくしたりとか、そのあたりはやっぱりセッティングになってしまうんですけど、一部っていうことですね。柔らかくすると小回りが利きやすい。そうですね。小回り利きやすくなりますね。ですよね。ドリフトとかでは言うとちょっと
細々したコースだと、まあ柔らかめのはいレフオイルを使ってもらった方がいいんじゃないかっていうそうですね。はい。だから今回もこういうハイスピード大きいコースのトラックの場合は、やはり通常よりちょっと硬めな表記ですよね。はい7500番とか1万番はいっていう硬いデフオイルを使っていただいてるんですけど、このデフオイルもシリコンでうちで専用でスペシャルで、あなるほど作っているタイプのデフオイルなので、初動はすごいスムーズなんですけれども、後からグッと効くような、グッと効くようなはい、デフオイルになってますね。これもぜひまた試していただければなと思います。なるほどはい。まあとにかく品質がすごい高いっていう評判のありがとうございます。アク国産でセサリーなんでやらせてもらってます。ね。この後の新製品もこういったターンバックルですとか、あ、ターンバックルもある。はい、ターンバックルも先日新製品で、これチタン？これはアルミです。アルミですか？はい、これもアルミで、まあ、材質から、まあ、形状、コーティングですね、全てをこだわっているので、やはり今このターンバックルでも走りの合成を、ああ、なるほど。はい、セットアップできるので、そこを追求して作ったターンバックルはい。で、こちらのサスピンの方は HVF コーティングっていうのになっているので、まあ、削り出して作ってるんですけども、すごい、もうツルツルな、はい、これもねドリフトのお客様で使っていただいているお客様がいるというお話をあ、そうなんいただだ。いてます。サブシャフト確か BD9 と、YD2 のリアシャフトは一緒だったのかな、あ一緒中さん。はい。で、これを、リアに使っていただいてるんですけども、足がすごい動くようになるので、今、これですよね。こいつですね。はい。こいつですかどうぞどうぞどうぞ。はい。こいつですね。これがもう、すごい、スルッスルになる。これを使うと、はい、足がやっぱりよく動くようになるので、特にドリフトっていうのはオイルも柔らかいじゃないですか、そうですよねスプリングも。でやっぱりそこの中でサスアームもスムーズにはい。動かしたいっていうのがあるので、その中でこれを使っていただくと、より足が動くような、そうですよね。はい、車を作れると思います。あとドリフトで人気なのはこのダイヤフラムですかね。ダイヤフラムはいはいこれがドリフトのお客様でもすごい多く、でさっきカズマ君もね、はいラジテンさんでドリフトのお客さんですごいね買ってくれてますなんてお話いただいたんですけれども、はいこれは本当にドリフトのお客様から、まあ、ツーリングのお客様、はい。幅広く YD2 にはもうそのまま、ああ、なるほど。はい、ポン付けで。そうです、ポン付けできます。よく言われてるビッグボアサイズって言われてるタイプですね。はい。まあ、一応うちが得意とするこの足回りのセットアップパーツになるんですけども、あとは得意のスプリングですね。あ、これはツーリング用の。これはツーリング用です。ね。はい。で今回もこの会場に合わせてスペシャルタイプのスプリングを作ってきて、来週発売になる新製品もちょっと今回持ってきてるんですけども、はい。まあ今後もどんどんいろんな。もちろん、はい、やっていきますので、はい。ぜひドリフトのお客様もアクソン製品使っていただければと思いますので、はい、どうも。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも見てますよ。アクソンお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとピットがピリピリしてちょっとこっちに移動してきました。キムワイプのおキムワイ話プリバーサリー50周年らしいんですけど、はいはいはい。これなんかみんな大学の理系だよね、よく大学で見ましたね。ある紙なんですけど、破れ紙のにくいんですかこれって。破れなくって表面が、ほこりがないんですね。ティッシュだとタイヤを拭いちゃうと、ティッシュがタイヤの表面についちゃうんですけど、はい。これは破れなくって、ティッシュが表面にもう紙がつかないんで、ラジコンで定番にはなってるんですけど、これは一番最初に広坂選手が、はい。使っていったんですね。森田君も愛用している。森田君も何に愛用してるか分かんないですけど森田君もバナナワイプ。夜のお供ですか？夜の音もこれちょっと痛いですよ。ちょっと硬いですねこれね。鼻かむ匂いだからプロワイプですか？そうプロワイプの方が柔らかいんでね。実際さん今日はブースを出してるんですけれども、はい、ドライバーさんのサポートがメインなんですか？そうですね。サポートがメインで、そうあとまあ少ないエースドライバーをかけながら、エースドライバー支えてるってことですか？取れたらね、あれですか、貴族でまたパーティーですか？パーティーで祝勝会で今度こそあれですか、結婚してくださいってやるんですか？今度はね、ガールズバーから行ってガールズバー結婚してくださいって片っ端から言わない。一人ぐらいいるかもしれない。森田君可愛いって言ってくれる子が。優勝したらひょっとしたらこう動画を見て、うわ森田君かっこいいってああ。思うか、おもちゃでしょって言われて実際 G スタイルさんって商品はモーターとかはい、バッテリーがメインですか？そうですね。ね。はい
最近はノブペイントシールっていうヘッドライトシールとか、売ったり。ヘッドライトシール。ヨコモ G スタイルラジテン友京ラジコト素晴らしいね。スポンサーですね。東郷さんはね、心の友でしょ。そうそうそう。心のケアのスポンサー。もう昨日ちゃんと飯食わせました。あ、ダメですね。また太っちゃいますね。ありがとうございます。ありがとうございます。3は3分です。生。ドライバーのサポート。こちらのお客さんの修理品になりますね。いいですか、少し取って。はい。モーターが出るんですか？そうですね。一応年内の発売を目指して今開発しているところです。ドリフトにも使えるんですか？一応単数的には5.5 ターンから21.5 ターンまでなんで、大体電動のほとんどのカテゴリーは一応カバーしている形になります。はい。今日はこちらでドライバーのサポートですか？サポート、そうですね。ちょっと手伝いと、あと販売もやってますので。教習さんっていっぱいいろんなもの出してそうですよね。ドローンとかも出してますね。そうですね。車系とあと水物もやってますんで、飛行機と水物もやってるんで、ボートヨット、ボートヨット、はい、あと飛行機ですね、エアプレーンと、車が一番ウェイト的には一番多いですか？はい、多いんですけど。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。映っちゃダメですか？大丈夫ですか？はい。じゃあゼロトライですスタート。パパさん。今日森田さんはいないですか？ぜひまた2人いる。自分も森田なんですけど、ドリフトの方ですか？ドリフトと違うんですか？違います。自分は日本選手権の方。森田さんによろしくお伝えください。いつも謎の冗談をよく言ってくれるので。本当ですか？本気な顔して。少し撮ってもいいですか？ありがとうございます。すみません。実は動画なんです。動画なんですよ。動画中倒れちゃダメですよ。めちゃくちゃ似てますね。もうチクリと刺すんですよ。もう紳士っぽく見えるけど実はそうじゃない。やばいですね。危ないタイプ。これシューマッハって言うんですか？僕はシュマカーって呼ぶ。シューマッハですか？のシャーシ。そうですね。ありますね。ティームマジックさんもシャーシ。そうです。はい。一応2社を取り扱ってます。ありがとうございます。